これでわかるデュバリー夫人。本名マリー・ジャンヌ・ベキュー。娼婦からフランス国王ルイ15世の公式愛称になり、最後はギロチンで処刑されるという波乱万丈な人生を送りました。さて、どんな人だったのでしょう。彼女の生涯を覗いてみましょう。フランスのシャンパーニュ地方に生まれる。貧しい家庭で私生児でした。弟が生まれて間もなく母は2人を置いて駆け落ちしてしまいました。そして叔母に引き取られ育てられます。ですがジャンヌ7歳の時に母が駆け落ちしたのとは別の男性と戻ってきて家族でパリに引っ越すことになりました。その男性は裕福でジャンヌもまともな教育を受けさせてもらいました。セントオール修道院で学びます。そしてジャンヌは美しく育ちました。白い肌とキラキラした金色の髪、アーモンド型の青い目、優しい朗らかな表情を持ち、幼い顔立ちなのにどこか色気を持つ魅力的な少女でした。15歳で修道院を出た時、家庭の事情は変わっていて、ジャンヌは自分で仕事を見つけなければならなくなりました。年配の未亡人デラガルド夫人のお家で次女として働きますが、夫人の息子たちがジャンヌに一目惚れ、2人は既婚者でしたが、自分の家のことをおろそかにしてまでジャンヌに夢中になってしまいます。そして夫人は彼女を解雇。ジャンヌは恋多き女性で低層観念もあまりなく、男性遍歴はすごいことになっていると言われています。17歳の時、アラトワレットという洋裁店でお針り子として働き始めます。ジャンヌの美しさはすぐ町中で評判になりました。売春宿を経営しているクイスノイ夫人の目に留まり、スカウトされて上流階級の人たちを相手に働きました。1763年、今度はカジノを経営するジャン・デュバリーが彼女に目をつけます。ジャンヌは彼の愛人になります。でもただの愛人ではありませんでした。このジャン・デュバリーという人はとんでもない人で、彼が連れてきた人たちの接待をさせました。ベッドを共にすることも。そこに来る人たちは貴族や学者などの大物ばかりで、ジャンヌはマナーや会話術などを習得します。それもジャン・デュバリーの狙い。彼には目的がありました。フランス国王ルイ15世の愛称にさせようと目論んでいたからです。1769年、王宮にジャンヌを連れて行き、ルイ15世に紹介します。そしてまんまとルイ15世は彼女に一目惚れします。ルイ15世はその5年前に大切だったポンパドール夫人を亡くしていました。ジャンヌが彼の憂鬱な気分を吹き飛ばし、再び明るい未来を見せたのでした。ただ、ルイ15世の公式の愛称になるには一つ問題がありました。それは彼女が独身だったこと。不思議な習わしですが、この時のフランスでは既婚者でないと公式の愛称になれないという決まりがありました。どういう倫理観なのかわかりませんが。そしてその相手に選ばれたのがジャン・デュバリーの弟。彼は田舎でひっそり暮らしていました。そして書類上の結婚をして、皆さんご存知の呼び名、デュバリー夫人となります。ここからはジャンヌではなくデュバリー夫人と呼びます。結婚式にはジャン・デュバリー自身が作成した偽の出生証明書が出され、彼女は25歳から22歳へとさば読み若くなりました。ルイ15世はこの時60歳手前だったので、25歳でも十分若いんですけどね。そうして正式にルイ15世の交渉になりました。デュバリー夫人は王をベッドの中だけではなく楽しませました。彼の好きなものを集めたり、楽しい舞台を見せたり、それは彼のお気に入りとして宮廷内の立場で上にいるためとかではなく、もともと心優しい性格で人を楽しませるのが好きだったようです。デュバリー夫人の社交界デビューですが、他の貴族たちは彼女が元娼婦ということで下に見ていました。無様な姿を晒すことを楽しみにしていましたが、上流階級の人たちをずっと相手にしてきた彼女は、その期待を見事に裏切り、立派にエレガントな立ち振る舞いをし、みんなを驚かせました。そのうち貴族たちはルイ15世に近づくために彼女にも気に入られようとし始めます。また彼女の天真爛漫な振る舞いは人を引きつけたので、それでなくても周囲の人たちが近づいていきました。ただ彼女の存在を認めない人も。
それは後のルイ16世になる人に嫁いできたばかりのマリー・アントワネットです。ベルサイユのバラでこの2人が犬猿の仲として描かれていますね。そこまではなかったにしてもいろいろあったようです。ハプスブルグ家の厳しい規律と教育の中で育ったマリー・アントワネットにとって娼婦というのは理解できないだけではなく毛嫌いする存在。加えてデュバリー夫人の存在を疎んじていたルイ15世の娘であるアデライード王女、ビクトワール王女、ソフィー王女らがマリー・アントワネットを味方につけようと画策したことがこの対立を一層深めたとか。最終的には仲良くなったようですが、最初はデュバリー夫人はなかなかマリー・アントワネットに話しかけてもらえず、冷ややかな空気が2人の間に流れていたようです。ルイ15世は何でも彼女に与えたので、デュバリー夫人は贅沢三昧の宮廷生活を送ります。もともと政治には興味がなかったので、国政には口を出さず、華やかな場面のみ楽しんでいました。1774年、ルイ15世が天然痘で危篤状態になります。デュバリー夫人は自ら率先して彼の看病を続けていたのですが、ベルサイユから追放され修道院に入ることに。なぜこのタイミングでそうなったのか、誰の指示だったかは分かっていません。そのような状況でもデュバリー夫人はへこたれません。築き上げてきた人脈を駆使し、そう長くはない期間でそこを出ることができました。パリ郊外のルーブシエンヌで優雅に過ごします。会う人たちを次々に虜にしてしまう彼女。そこではフランスやイギリスの貴族の愛人となって生活していました。そしてパリ軍の司令官ブリザック元帥と恋に落ちます。これはどうも本気の恋だったようです。1789年、フランス革命勃発。恋人ブリザックが国王夫妻を守ろうとし、民衆に虐殺されます。そしてデュバリー夫人1791年にイギリスへ亡命。そこで亡命貴族たちを援助しました。心優しいところ変わっていません。しかし1793年3月になぜかフランスへ戻ります。帰国した際に革命派に囚われると12月ギロチン台へ送られました。この時は恐怖政治と呼ばれる処刑続きの毎日。王権が倒され革命政府によって統治されていました。革命政府は奴隷制の廃止の宣言をしたり、格差是正の政策を行うなどいい行いもしていましたが、だんだん度が過ぎ、政策に反対するようなことをちょっと言っただけでも反革命派としてみなされ処刑台に送られるような独裁政権状態。ルイ15世の元愛称なんてもちろんギロチンへの道一直線です。ルイ16世も王妃マリー・アントワネットもこのギロチンで亡くなっていますが、関係者は亡命しない限りほぼ処刑台行きでした。王族や貴族たちは処刑台に向かう際、気高く振る舞って決して取り乱すことはなかったと言われています。バリー夫人は違いました。泣き叫び逃げ回り、もう少し待ってと懇願。死刑執行人アンリ・サンソンの手記に、処刑されるみんながデュバリー夫人のように泣き叫んで命乞いをすればよかったのだ。そうすれば民衆もそのことの重大さに気づき、恐怖政治はもっと早く終わっていただろうとあります。ちなみにこのアンリ・サンソンはデュバリー夫人の元恋人という話もあります。この時デュバリー夫人は泣いて彼に命乞いをしたので、それに耐えきれなかったサンソンは息子に刑の執行を委ねたそうです。デュバリー夫人50歳でした。なぜ戻ったのでしょう。イギリスにいれば生きていられたのに。いくつかの説があります。例えば、フランスにある財産を手放すことができず戻ったとか、愛する人がフランスにいたとか、自国愛から、また捕まっても宝石のありかを教えれば処刑されないと思っていたとか。実際の理由はわかりませんが、処刑の時の取り乱し方からして、決して覚悟ができていたということはないと思います。彼女の天真爛漫な明るい性格はいろいろなことをいい方向に導いていたように思います。高級娼婦として利用されることとか、人間不信になったり影ができたりしそうなものを彼女独特の捉え方で人々と接していき、そこでいろいろなものを得得し、プラスの方向に変えていってしまう。そしてそんな無邪気な性格は周りの人たちも虜にしてしまう。
ただ、いい方向に考えすぎというか、ちょっと楽天的なところがあったからでしょうか。最後のフランスに帰るという決断は迂闊でしたね。時代の流れをその目で見ていたのに。こちらの絵をご覧ください。フラゴナール、恋の成り行き4連作。デュバリー夫人はルイ15世からいただいたルーブシエンヌの館の装飾画をフラゴナールに依頼します。依頼した時はロココと呼ばれる軽快で陽気な作風がブームでした。フラゴナールはロココを代表する画家です。この絵画の陽気な雰囲気はデュバリー夫人とぴったりですね。ただ、フランスの経済状態が厳しくなると、こういった贅沢な暮らしを思わせるものは非難の的になるため、ロココに対する反発が出てきて、新古典主義へと美術の流行が変わっていきました。デュバリー夫人もその流行に合わせ、インテリアを新古典様式に変えてしまったため、この作品はお城に合わなくなってしまい、フラゴナールに返却されています。さて、娼婦からフランス国王ルイ15世の公式愛称になり、最後には処刑されるというとても濃い人生を送ったデュバリー夫人、いかがでしたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。